展示会オラクルルームは、僕岸優馬がプログラムを組んだ AI キュレーターメアリー GPT に展覧会のステートメントや作品のコンセプトなどを生成してもらって、でそこから僕がそのテキストを信託オラクルとして受け取ることで作品や展示会を作るという、そういう構成で組まれています。今回地下にあるのがリアルタイムで永遠と胎児の生成がされる映像インスタレーションでそこの上にクロード・レヴィストロースを参照した世界中の神話を解体し再構成する神話生成 AI がその毎時毎秒その時だけの神話テキストを載せていきます。で会場には無数の祈りの手が配置されていて、で空間全体にはスモーク、何か煙のようなものが充満している、そういう空間です。そこから1階に上がると、右手には LED スクリーンに胎児が表示されている、そんな映像作品があります。でこれはメアリーのステートメント、キュレーションで胎児が光の粒で身体を表現するという、そのような不思議な文章があって、それに対して LED で表現するという、そういう反応を僕が返しています。ギャラリー中央の吹き抜けには2021年に作った、巨大な椅子の作品、これをメアリーにキュレーションしてもらって、何か私たち人間ではない他の大きな存在のための王母、王様のお墓のような椅子、そういうコンセプトで全長 3.5 メーターの巨大な椅子の彫刻作品が並んでいます。でそこからギャラリー2階に上がると、カウンターの上に透明な骨の彫刻が並んでいて、で骨の作品はギャラリーの一番奥にも存在しています。この骨はもともと2021年に同じルート系コンテンポラリーで行ったイマジナリー・ボーンという骨をテーマにした展覧会で作ったアートピースで、これをもとにこの世界には存在しない別の世界の生命やメアリー曰く恋人と言われる別の存在に対する一つの祈りとして作品が会場中に散らばっています。で2階のギャラリーにある大きな絵画作品は、これはオラクルウームという作品で、これは絵の前に立った人物、鑑賞者が胎児と同じ目線になる、胎児の目線と重なるための絵画です。人間という存在が胎児まで遡り、神話と一緒に解体され、で最終的に祈りや骨の存在と一緒に新しい胎児に生まれ変わるまでのその奇跡を体験するための展覧会会場となっています。